今回はタロットカードの17枚目、当のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第17話スタートです。カードナンバー16、トウ。俺の名前は匠。俺は自分で言うのもなんだけど結構なイケメンで女の子が寄ってこないことがない。もちろんこうなったのもそれなりの努力が必要だったし、努力しなければ顔が良くても彼女なんてできるはずはない。俺が努力を始めたのは中学に入ってからだった。小学生の頃は女友達も男友達も同程度の関係で、ただただ女の子と遊ぶのが楽しかったし、男と遊ぶのも好きだった。いわゆる普通の小学生だったと思う。それが中学に入ると色気づき、彼女が欲しいと思うようになった。顔がいいわけだから何もしなくても告白はされたけど、付き合うとなぜか振られるというのを繰り返し、自分なりにいろいろと考えた。どうやら女の子というのはまめな男を好むらしく、俺はどうもまめではないらしい。それに服装だ。顔がいいから洋服なんてどうでもいいだろうなんてもんじゃない。顔を生かすか殺すかは洋服やスタイル、いわゆるファッションにも関係してくるらしいことが分かった。さて、こうして俺という男が出来上がってきたわけだ。高校生になると思うように彼女ができた。だがここで新たなことを発見する。というのは、今度は俺が女の子を振る側になったのだ。付き合っているとどうしてなのか飽きが来る。最初はその恋を大事に思うが、俺は狩猟の血が濃いのか次の女へと気持ちが向かう。女の方は何とかして俺を縛り付けておきたいらしく、他の女に目を向けると怒る。他の女から色目を使われると俺をガードしようと必死になる。そして俺の方が嫌になり別れるわけだ。俺は一度に複数の愛を手にすることができる性格のようで、一人の女だけに集中していることができない。それにもったいないと思うんだ。人生80年生きたとして、その中で輝くように生きていられるのはどのくらいなのか。女にモテる時期なんて若い頃だけだろう。俺の親父を見ていてもまるで使い古しの雑巾のようにヨレヨレで、決してモテるとは思えない。そんな親を持っている俺だっていつかこうなるんだろうなと思うとゾッとする。だったら今のうちに思う存分楽しんで何が悪いんだ。こうして俺という人間がどんな男なのかを自分で理解し、俺は大学へと進んだ。大学でも華やかに生きてやると穂に風をいっぱいに受け、船出したわけだ。次から次へと恋をして、二股三股なんて当たり前のような生活だった。相手にバレないようにデートの場所を考慮し、学内ではベタベタとしないことを条件に付き合っていた。そして俺はいつかハーレムを築いてやると本気で思っていた。ある日、学内をぶらぶらと歩いていた時だ。初めて見るような美人に遭遇した。その顔は今まで見たこともないほど整っていて、スタイル抜群。どこかのモデルなんじゃないかと思うほどだ。着ている服もセンスがよく、持ち物はブランド品。
これは俺にぴったりの女じゃないかと俺の触手が動いた。なんとしても彼女を落とし、俺の彼女軍の一人に入れようと俺は彼女に声をかけた。振り向いた彼女はにっこりと上品な微笑みを浮かべ、匠くんねと言ったのだ。なんと彼女の中で俺はしっかりと認識されていた。俺は彼女に名前を聞き、どうして俺のことを知っているのかと聞いた。すると、私の名前はむつみ。父は丸抜企業の重役です。匠くんは学内でも有名ですから知らないはずはないわ。と言ったのだ。確かに俺を知らない女がいたらお目にかかりたいところだ。それほど俺は学内でもイケメンで明るくて付き合いたい男子ナンバーワンなわけだ。しかしそれ以上に俺の心を揺らがしたのが父親が丸抜企業の重役という言葉だった。丸抜企業といえば知らない者はいないだろうというほどの大企業だ。むつみと付き合ったら就活の時に役に立つだろうと俺の頭は素早く計算していた。俺はむつみの携帯番号をゲットすると猛攻撃をかけた。そして1週間としない間にむつみは俺の彼女になった。ところがこれが大きな間違いだった。今までは俺の方から付き合ってほしいと言わなくても女の子の方から告白してきたから学内ではベタベタするなと言えばそれで相手は了承してくれたが、今回は俺の方から告白している。それに父親の役職というおいしい餌がぶら下がっていたこともあり、俺はむつみに強くは出られなかったのだ。おかげで彼女は俺と腕を組み学内を闊歩して歩いた。教室が一緒になると隣の席に座り、学食ではいつも一緒。他の女が近づこうものなら鬼の形相で相手を睨み、自分が彼女であることを威嚇しながら分からせた。しかも俺の携帯に入っていた女の子の連絡先はすべて削除するというとんでもないことまで言い出したのだ。さすがにこの時は俺も怒ったし、そこまでするなら別れるとまで言ったが、なんとむつみは泣き叫び怒鳴り悲鳴を上げ、自分の服を破き外に飛び出したのだ。さすがにこれはやばいと思った。こんな姿を通行人に見られたらまるでむつみが暴行を受けたように見えるし、後を追いかけた俺が犯人に認定されてしまう。俺は必死でむつみを連れ戻すと平謝りに謝り、むつみの目の前で全ての女の子の連絡先を削除した。俺の中ではまたこまめに集めればいいか程度に考えていたが、それができるほどむつみは甘くはなかった。だが付き合って1年が経とうとしていた頃だ。なんとむつみの嘘がバレる日がやってきたのだ。お前よくむつみと付き合ってるよな。お前みたいな女好きがさ。友達が笑いながら俺にそう言ってきた。確かにその通りだ。むつみと付き合っているということは、俺の夢であるハーレムは永遠にやってこないということなのだから。しょうがないだろう。むつみの父親が丸抜企業の重役なんだから、重役の娘と付き合ってれば就活も楽勝だろう。俺がそう言うと友達は首をひねってみせた。むつみの父親が何だって？だから丸抜企業の重役。俺は就活で大変な苦労をするだろう友達に向かって胸を張って言った。すると相手は急に腹を抱えて笑い出した。そして信じられないようなことを口にした。
何言ってんだよ。睦美の父親は丸抜企業で清掃の仕事をしてるんだぞ。俺は耳を疑った。丸抜企業というところまでは同じでも、重役が清掃の仕事をしているとは思えない。しかし、だったらどうしていつもブランド物を持ち、洋服だっていいものを着ていられるのか。いくら丸抜企業の一般社員の給料でも睦美を飾り続けることはできないだろう。やっぱりそこで騙されたか。睦美のじいさんが残した遺産が結構あるんだってよ。遺産って言っても使っちまえばそこまでだけど、睦美は欲しいものがあると買ってくれるまで親を責め続けるらしいぞ。それで親が根負けして買ってやるってのが本当のところらしい。なんでお前そんなこと知ってるんだよ。これは有名な話だぞ。知らないのは女に目のくらんでるお前くらいなもんだよ。友達は面白そうに笑いながら話しているが、俺としてはちっとも面白くない。それになんで睦美がそんな嘘をつくのか。そんな嘘までつく必要がどこにあるんだ。お前さ、睦美と付き合っててわからないのか。あれは自分を飾るためならどんな嘘でもつくような女だぞ。その執念は異常性を感じるほどだね。友達はそこまで言うと、講義の時間だからと俺から離れていった。友達を見送りながら俺は愕然としていた。まさかブランド物に身を包み、品のある立ち居振る舞いをしていた睦美がすべて作り物だったとは。俺はあまりのことにしばらく動けずにいた。呆然自失とはまさに今の俺のようなことを言うんだろうな。そう思っていると睦美が俺を探していたらしく、やっと見つけたと言いながら俺に近づいてきた。俺に上品な微笑みを見せながら。俺はそんな睦美を見ているうちに怒りが湧いてきた。嘘の塊の女に俺はいいように振り回されてきたのか。そう思ったら許せない怒りに震えていた。そして口をついて出た言葉は、お前の父親、丸抜企業の重役なんて嘘じゃねえか。嘘つきと付き合うことは俺にはできないから、別れよ。実際、俺が言える言葉じゃないのは百も承知だ。だが、俺を騙していたことが許せなかった。俺の怒りを目の当たりにした睦美は恐怖に震えるように体を震わせていたが、それでも嫌だ嫌だ別れたくないと繰り返していた。それも小さな声で。こうして一方的な別れを告げた俺は、久しぶりにフリーの喜びを満喫すべく消した連絡先の回収に励んでいた。しかし女の子たちは俺に再度連絡先を渡すことはしなかった。どうしてなのかと問いただすと、睦美が怖いからだという。もう別れたのだからといっても顔を引きつらせて口を閉ざす。一体何が起こっているのか全くわからなかった。変だとは思っていたが、それでも俺は狩りを続けていた。かつての女の子がダメなら新しい女の子をゲットしようと考えたのだ。簡単に行くはずだった。今までの俺を思えば女の子と付き合うことくらい造作もないことのはずだった。だがどうしたことか2、3度会話をしただけで終わってしまう。何がいけないのかと考えても全くわからない。そんな時、一人の女の子が教えてくれた。匠くんと話していると、睦美さんがものすごい剣幕でやってきて大変なことになるのよ。私は車が来ているのに道路に突き飛ばされそうになったわ。通行人が助けてくれなかったら、あのままだったら死んでたと思う。それだけじゃないわ。他の子は階段の上から突き飛ばされたし、カッターで服を切られた子もいるの。睦美さんと連絡先を交わした子は
毎日5分と空けずに無言電話をかけられたり、死ね死ねって何百もの文字が羅列しているメールを送られたり、とにかく嫌がらせや怖いことを平気でするのよ。だから学内の子は誰も付き合わないと思うよ。なんてことだ。こんなことが起こっていたなんて。俺はすぐにむつみに連絡した。そして今聞いたことをむつみに叩きつけ、バカなことはやめろと怒りを込めた声で責め立てた。ところがむつみが言うのは、好きなの、別れたくない、匠を誰にも渡したくないという言葉を繰り返すだけだった。俺はふざけるなと怒鳴り、二度と俺に関わらないことを約束させた。それからは学内でむつみの姿を見ることはなくなり、女の子たちもむつみのことを口にする者はいなくなった。ところが恐怖はそこから始まったのだ。異常性の強いむつみではあったが、まさかこんなことになるとは思ってもいなかった。あれからしばらくして男女取り混ぜた仲間同士で飲みに行った時の話だ。みんなで楽しく飲んでいると誰かの視線を感じた。辺りを見回してみるが誰もこっちを見ていない。とはいえ俺は部類のイケメンだ。誰かに見られていたとしてもおかしいことではないと思い気にしないようにしていた。だがトイレに行くとやはり視線を感じる。しかしトイレはお一人様用で誰も他に入っているはずがない。トイレから出て鏡を見ると人の気配がした。鏡に顔を向けたが俺の他に人は映ってはいない。一体それが始まりだった。部屋にいても誰かに見られているような気がするし、時には人の気配もする。風呂に入っている時などは背筋に悪寒を感じるほどその感覚は強い。大学内で友達と話していても誰かに見られているような。バイト先でも同じで、いつでも誰かに見られている気がする。これは一体何だろうと思ってはいても正体がわからない。そんな時霊感のある友達が俺を見て、お前やばいのに取りつかれてるなと笑いながら言った。やばいとはどういうことかと聞くと、女の霊だな。しかもかなり執念深いぞ。殺されないうちにお祓いに行った方がいいんじゃないか。俺は何をくだらないことを言っているんだと笑い飛ばした。幽霊とかって目に見えないものを信じるような俺ではない。きっといつでも嫉妬の塊となって俺を見ていたむつみの感覚が残っているだけのことだろう。俺はそのくらいに考えるようにしていた。だが別の友達が言った。そういえばお前と付き合ってたむつみ、あれ自殺したんだってな。俺の脳が固まった。自殺って？どうやら振られたことが原因らしいぞ。遺書にそれっぽいことが書いてあったとかって話を聞いたから。どこで遺書の話まで聞いたんだよと質問すると、どうも親同士の仲がいいらしく娘の葬儀に参列したらしい。親は失意のどん底かと思ったが、むつみの死はある意味親もほっとするところがあったらしく、そこまで沈んではいなかったようだ。そりゃ金もないのにブランド物ばかりを買わされたらそうなるよな。その時遺書の話が出たってことだ。お前が振ったからじゃないのか。友達は最後にそう言って笑ったが、あまりいい冗談とは思えなかった。その後も誰かの視線は俺を捉えて話すことはなく、いつでも俺のことを見ていた。見てるだけなら気にすることもない。俺は軽く考えるようにしていた。だがその考えは間違っていたようで、だんだんと俺は窮地に追い込まれていった。
俺のバイトはカラオケ店なのだが、客に料理を運んでいくと、客は無言でそれを受け取る。歌っているんだから当たり前のことだろう。店員なんて物を運んでくるだけの存在だ。ところがその日は料理を運んでいくと、室内には女性が一人でマイクを握っていた。だが注文は2人分。もう一人はトイレにでも行っているのかと思ったが、女性はマイクを置くと上品な微笑みを浮かべて、ありがとうと俺を見た。その顔はむつみにそっくりだった。俺はびっくりして何も言わずに引きつった顔のまま部屋を出た。俺と入れ替わりに男性が部屋に入っていった。あの女は誰だ。他人の空に決まっている。むつみは自殺したんだ。俺の頭はバグり出しているようで、その後もコンビニに行けば店員がむつみに見える。ありがとうございますと言われるはずが、別れたくないと聞こえる。宅配便が届き、ドアを開けるとむつみが立っている。お届け物ですと言われるはずが、あなたのことが忘れられないと聞こえる。俺は恐怖の表情を浮かべているのに、相手は私とずっと一緒にいてお願いと続ける。宅配便がそんなことを言うはずはないのに、冷静になればそんなことがあるはずがないとわかるのに、俺は壊れ出しているのか。そんなことが続き、もうダメだと思ったのは俺がバイトから帰った時だった。部屋の中にむつみがいた。エプロンを閉めて包丁を手に料理をしていた。その表情は切なく悲しげだったり、怒りに狂っているように見えたり、くるくると目まぐるしく変わり、口にする言葉は、どうして私を振ったの。父親が重役じゃないって分かった途端に、どうして別れるなんて言ったの。むつみは俺の方を向いて包丁を俺に向けてきた。どうしてねえ、どうして。私はあなたをこんなにも愛していたのに。俺はあまりの怖さで動けずにいたが、むつみはどんどん俺に近づいてくる。このままでは刺されると思った俺はむつみを突き飛ばすと部屋から逃げるように出て行った。するとすぐ電話がかかってきた。相手は母親だ。どうしたのよ匠。お母さんを突き飛ばして出て行くなんて、包丁を持ってるのに危ないじゃないの。母親は俺の行動に怒りよりも驚きを感じているらしく、俺を心配しながらそう言った。よく聞いてみると、たまにはおいしいものでも作ってやろうとやってきたが、俺が帰ってきたので唐揚げを作るけど食べるでしょと、ちょうど肉を切っていたので包丁を持ったまま振り向いたそうだ。だが振り向くと俺が恐ろしいものでも見ているように怯えている。そこでどうしたのかと声をかけながら近づくと、さらに怯えて突き飛ばされたそうだ。包丁を持っていただけに母親が怪我をしなくて本当に良かったと思ったが、包丁は置いてから動けばいいのにとも思った。母親はなおもどうしたのかと聞いてきたが、俺は何でもない。今夜は友達と約束があるから部屋には戻らないと告げると電話を切った。母親でさえむつみに見えるということは、これで部屋に戻ったら何が起こるかわからないと思ったからだ。翌日、俺はネットで除霊のできるところを調べた。そしてすぐに寺に行き、事の次第を和尚に話した。すると和尚は真面目な顔になり、
すぐに除霊をしましょうと言ってくれた。どうやら友達の言う通り本当にやばい状態だったらしく、俺の顔は土毛色に変色していたらしい。そういえば最近ちょっと動くと動悸がしたり、体力が落ちているような気がしていた。睡眠も浅く、眠ってもすぐに目が覚める。あるいはいつまでも眠ることができず、誰かに見られている感覚に怯え続けていた。眠れたとしても夢を見続け、その夢には必ずむつみが出てくるのだった。それでも俺は霊なんているわけがない。これは単なる疲れだと自分に言い聞かせていたのだ。まさかこれが続いたら本当に危なかったとは思いもせずに。除霊が終わると和尚が言った。女性と付き合うのもいいが、相手を傷つけるようなことをすれば、そこには怨念というものが湧きます。それが講じれば今回のようなことにもなりかねない。目で見えないからって軽く考えてはいけません。人の心を軽く考えれば恐ろしいことになります。その言葉に俺は頭を殴られる思いだった。除霊の効果か、それっきりむつみの霊は出てくることがなくなった。誰かに見られているというおかしな感覚も消え、俺は元の生活を取り戻した。だがあの一件で大きく変わったことがある。それは俺の人生そのものを変えたと言っていいだろう。というのは、あれ以来俺は複数の女性と付き合うことをやめた。ハーレムなんて愚かな夢を見ても結果は恐ろしいことになると肝に銘じたからだ。女性の心をもてあそぶようなそんなことをすれば怨念となり自分を苦しめてくる。それならばたった一人の女性を探し出して愛し続けた方がずっといい。そのおかげで俺は今結婚し妻を大事にすることができている。二人の子供に恵まれてハーレム以上のものを手に入れたのだ。今でも思う。むつみには本当に申し訳ないことをしたし、むつみを傷つけたのは確かに俺自身だ。だがあのことがなかったら俺は一生薄っぺらな人間として生き続けたに違いない。女性を人とも思わず、自分さえ幸せならばそれでいいと思い続けていただろう。俺は妻に過去をすべて話し、愚かな俺を分かってもらっている。妻は上品な微笑みを浮かべて、あなたを愛しているから大丈夫よと言ってくれた。上品な微笑みを浮かべて。いかがでしたでしょうか。今回はちょっと怖いお話となりましたね。このカードは今が偉大なターニングポイントであり、破壊の後には必ず再生があること、小さな自我が打ち破られ、大いなる自己への気づきをもたらすと暗示しています。また人生をガラリと変える喪失を通しての魂の成長をも示唆しています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。